それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、複雑恋愛について見ていきます。2人の現状とか、そして連絡がなかなか取れない、なかなか会えない、そのような複雑な恋愛の事情を抱えた方々へ向けたリーディングとなります。2人の現状やお相手の気持ち、そして今後の流れとかを見ていきます。それではまず、お二人の現状から見ていきます。あなた様とお相手様とそれぞれ出していきます。まず、あなた様です。あなた様が突然やってくる人、そしてお相手見ていきましょう。お相手です。お相手、そうですね、待ち人ですね。突然やってくるあなたに対して待っているお相手、そしてタロットカードからも一緒にもらっていきます。タロットカードは正逆採用で見ていきます。あなた様のところ今1枚出てきたんですが、もう1枚もらっていきます。はい、こちらのカード、ワンドの4、そしてお相手です。お相手はワンドの3出ていますね。なんかね、期待して待っているとかね、そういう感じにも見えます。今お二人の状況、今のね現状を見たので、まず連絡がなかなか取れないとか、なかなか会えない、または複雑な恋愛の事情を抱えている原因がどこにあるのかっていうのを見ていきましょう。はい、こちらのカードからもらっていきます。クジャクさんのカードです。そしてお相手の方も。お相手の方、喜びのカードが入っていますね。まずお二人の現状を見ていきます。あなた様の方は今現在、ちょっと前まで少し苦しかった思いをしていた、自分の中ですごく重荷になっていたもの、心が苦しかったとか辛かったとか、いろんなこと抱えて乗り越えなきゃいけなかった、このようなことから今解放された、やっと肩の荷が下りたっていう感じもするんですよね。環境の変化も現れてきたんじゃないかなっていうふうに思っています。2人で仲良くやっていたこのお相手とあなた様、仲良くやられていたっていう方多いのかなっていう感じがするんですね。連絡が取れないとか、なかなか会えない、もしそんなような状況にあったとしても、2人の気持ちがちゃんと通じているっていうのをお互い感じていたのかなっていうのはまずあります。もしくは連絡取れなくて今音信不通なんですっていう方でも、きっとお相手があなたのことをね、連絡取りたいっていうふうに思ってくれてるだろうなとか、あなたもお相手がね自分のこと待っててくれるんじゃないかなっていうお互いを思い合う気持ちがどこかあるとか、自分たちの気持ちの中にしっかりしたものがあるとか、そういうようなことを感じますね。ただあなた様の状況が少し苦しかったのかなっていう感じがしますね。でももうそれはもうすでに終わって、自分自身の環境が変わっていったんだよってことをね言われています。お相手の方はもう未来に向かってすごく期待をしているっていう感じがするんですよね。早く来ないかなっていう風に待っているカードが入っているし、これも背中を向けてるんですよね。明るい未来へ向かってずっと待ってるよって、心の中ではあなたと2人寄り添いながら待ってるよっていう感じがするんですよね。あなたの状況が整えばっていうところもあると思います。どちらかというと待ちの姿勢なので、なんか夢を見ていたりとか、こうなったらいいなとか、連絡来たらいいなとか、もっと会えるといいなとか、そういう思いがねすごく強くあります。お相手の方から動きがあるのかといえば、動きがあるというよりは待ちの姿勢っていう感じがするんですね。
そしてあなた様の方がどちらかというと動きがあるかなっていう感じがします。今やっと片付いたからとか、やっと整理できたからとかね、時間取れたから迎えに行くよっていう感じもするんですが、あなた様の中でその時の衝動的な行動に出やすいというか、今って思ったら今すぐ行こうとかね、今連絡取りたいと思ったらすぐ連絡しようとか、気持ちが高ぶってるような状況でもあるのかなっていう感じがします。少し一旦落ち着いて、自分の気持ち、今ね、ようやくいろんな環境が整ってきた。そしてじゃあすぐにっていう気持ちがあるんだけど、ちょっと一呼吸置いて、そして深呼吸して、それからお相手のところへ行くっていう流れがいいのかなっていうのはこのカードから見てわかります。でもお相手ね、急に来てもすごく嫌な感じはしないと思いますよ。あなた様が自分の思いつきとかでパーって夜中に行ったとしても、お相手受け止めてくれるんじゃないかなっていう感じがするんですよね。なかなか連絡が取れないとか会えないとか、複雑な恋愛をしているようなその原因とかも見たんですが、原因というかね、この2人の間ではお互いのことを複雑な恋愛っていう風には感じていないんじゃないかなと思うんですよね。確かに客観的に見たら、例えば状況的にとか立場的にとかね、なかなか連絡が取れない、距離があるとか、いろんなパターンがあると思いますが、いろんな状況があっても2人の気持ちって恋愛してますよっていうね、モードに入っているのかなっていう感じが入ってくるんですよね。あなたと一緒にいてお相手すごく楽しいんだよってことを言ってるし、もう会いたいなっていう風にすごく感じてるんですよね。ずっとあなたのことを考えていますというような気持ちがね、すごく溢れているなっていう感じがします。あなたと一緒にいると、どんな状況にいても、自分がどんなに複雑な恋愛をしているとしたとしても、そう感じていたとしても、とにかくあなたと一緒にいると楽しいとかね、嬉しいとかね、そういう気持ちの方がすごく勝ってるんですよね。あなた様の方が状況的にすごく苦しかったとかね、お仕事忙しかったとか、なかなか時間取れなかったとかね、そういうような感じも伝わってくるんですよね。何かお相手に言えないようなことを抱えていたのかなっていう感じがします。自分の中でね、いろいろと整理しなきゃいけないことがあったとかね、そういうこともあるんじゃないかな。一部では秘密の恋愛っていうのをやっぱりしていたっていう方もいると思いますね。複雑恋愛で見ているので、連絡取れない、会えないとか遠距離、いろんなパターンがあります。音信不通とかね。それ以外にもいろんな関係の方がいらっしゃると思いますが、あなたの方がお相手にどちらかというと言えないことがあったとかね、言いたくても言えなかったとか、隠すつもりじゃなかったんだけどタイミング逃して言えなかったことがあるとかね、いろんな悩みを抱えていたかもしれない、ちょっとね抱えていたかなっていう感じがします。でもそれはね、もうね解決してきたんだよっていうのが見えてきています。ではお相手の気持ちを見ていきましょう。今2人が例えば離れてるっていう感じがあまりしない。距離的に離れているとしても気持ちがあるよってことをお相手がすごく言っているので、どちらかというとお相手から離れたとかね、そういうことはあまり感じないんですね。なのでここはまずお相手のお気持ち見ていきましょう。お相手が今、あなたに対してどういうふうに思っているとか、今の2人の取り巻く環境についてどう思っているのか、そうですね、2人の関係、あなたへの思い、そして今の状況とかをどう思っているのかをまず1枚出していきます。少し満足ではない今の現状、環境、今いろんなこと言いましたよね。環境だったり関係性だったりとか、この複雑な状況、恋愛をしているってことに対しては、満足はしていないっていう感じがします。今後どうしていきたいのかっていうのも出していきましょう。もっと2人でね楽しくやりたいのになっていう感じがする。今後どうしていきたいのか、どうしていきたいのかって聞くと、鎖の人が出てきますね。
つながれてる人ですね、これは。もう会えないのかなとかすごく期待しているんだけど、それが叶わないんじゃないかなって、今後ねどうしていきたいのかって言ったら、会いたくても会えないっていう感じ、なんかつながれていて動けないとかね、そういう感じもするんですよね。やっぱり顔を覆ってしまってるので少し泣いているのかなとかね、そういうのも感じます。今の現状もやっぱり自分の思うようにはいっていないのかなっていう風なお相手の気持ちが出ています。補足もらっていきましょう。現状とか関係性に対する、ここに対するまず補足をもらっていきます。多分お相手の心の中とか頭の中で考えていることが実現しないとか、理想像ではないんでしょうね。あなたと今2人で、寄り添えない状況にいるのかもしれない。でいきましょう。ワンドの9逆位置ね。いろいろ考えすぎちゃってるのかなっていうところはありますね。お相手がいろんなことを考えすぎちゃってなかなか行動に起こせない、少し慎重になっているのかなっていうところがあります。頭の中とかではすごくいろんなことを妄想していて、ロマンチックなことを考えていたりとか、これからもっとやっていきたいとかね、すごく意欲的なことを考えている。だけど待ちの姿勢であるので、ここねやっぱりなんで待ちの姿勢なのかっていうと、いろんなことを考えすぎてしまっていて、怖くなって動けなくなってしまっていたりとか、勇気を持ってあなたに近づけないとかね、状況を見ている、よく見ているっていう感じもするんですよ。すごく状況を見ていて、ちょっと自分の中で自信がないっていう感じもするんですよね。やっていきたい気持ちと逆に行動には起こせない。なかなか消極的になっているんじゃないかなっていうのが出ているんですよね。そう、何かお相手とあなたと同じような経験をしていたのかな。あなた様が抱えていたことが実はお相手も同じこと悩んでいたとか、あなたが悩んでいることでお相手もそのことをすごく気にしているとかね、あなたの状況環境とかのことでもしあなたが悩んでいるのであれば、お相手も同じこと、あなたのことを気遣っているとかね、そういうところも出てくるのかなと思います。ただ気持ちは離れてないよねってことをね言ってるんですよね。喜びのカードが出ているので、今のこうなってしまった2人が複雑に絡み合ったとしても、ここに確かな喜びとか期待があって、それでね期待しながら待っていますよって。動くんですかって言われたら動けないっていうところもあるんですけどね、待ってます、期待してますってところと、動くのはね怖いんですってところとね、こう出てきましたね。では今後どうしていきたいのかっていうところに対しても補足もらっていきましょう。こうやって見ていくと、そうですね、2人の複雑になってしまったこととか、今の恋愛、複雑な恋愛をしていることに対しては、その複雑な恋愛から抜け出す行動が今はねできないよっていうことを言ってるんですよね。消極的。なぜかっていうと、少し様子を伺っていたりとか、過去にあったことを少し引きずっていたりとかもするからなんですよね。そしてここもソードの9が入ってきてるんですよね。いろいろ考えていて、さっきも言ったみたいに動けないかもしれないっていうふうに思っていたことから、ちょっとねお相手もね少しね変わろうっていうふうに思うのかな。すごいたくさん悩んだのかなって感じがするんですよね。期待をしている反面思う通りに進まなかったとかね、この複雑な恋愛がうまくいかなかった、好転していかなかった、自分の思うように進まなかった。例えば複雑な恋愛じゃなくて、本当に2人がみんなの前で私たちね付き合ってるんですとかね、思い合ってるんですっていうように公言できるような仲になりたいって思っていた。こうやって外で手を取り合うような仲になりたいと思っていたのを考えていたんだけど、
いろいろなことを思うとうまく動けなかった、そしてすごく悩んでいた、考えていた、どうしたらいいんだろうって結構考えすぎなところもあったかもしれないんですよね。いろんなこと感じていて、でも今ここをね抜け出していくっていうね感じが出ているんですよね。どっちもねかなりこうね頭顔に手を当てて泣いているような感じだったんだけど、これ逆で入ってきてくれているので、もうここから抜け出すんだよって、いろいろ悩んで泣いていたりとかもしたかもしれないですね、お相手も。最初見ていくと結構喜びのカードが出ていたから、すごくあなたのことに対してとても嬉しい気持ちだったりとか、これからのことを期待していたりとか、いろんな状況、どんな状況があっても待っているんだよとか、待ち続けているよとかね、期待して待ってるよとか、そういうことを言われていたんですけど、実際じゃあ今後どうなっていくのかとかね、今のこの絡み合ってる原因どう思ってますかっていうふうに聞くと、思ってたようには進まないから少しね満足ではない、いろいろ考えて泣くような日もあったけど、だけどこれを今抜け出して、今自分でね囚われの身から自由の身になっていくんだってことをねお相手が言ってるのかなっていうふうに思います。あなたの方も見てみましょう。あなたはどうやって動いていくのかなっていうところを見ていきますね。あなたも同じようなことを聞いていきましょう。この複雑になってしまっている今の現状に対してどう思っているのか、そして今後どうしていきたいのかってところも見ていきましょう。まずはお二人が複雑に絡み合ってしまっている現状に対してのどう思っているのかってことと、あともう一枚今後どうしていきたいのかっていうのをもらっていきましょう。お相手の方少し動くというか、自分の気持ちがはっきりとするっていう感じがすると思うんですよね。あなたと一緒にやっていきたいっていう今の現状に、やっと気持ちが追いついてきたっていうところもあるかもしれない。気持ちが今前向きになっているから、今後どうしていきたいかっていうと、動くというか気持ちが切り替わる、はっきりちゃんと前向きになれる、落ち着くとかね、そういう感じがします。あなたの方はどうなんでしょうか。フォーチューンカードが出ている。あなたの方に大きな動きがありそうですね。ちょっと補足でもらっていこうかな。なんとかしたいっていうふうに思ってるんですね、現状を。どちらかというとお相手には動きがあまりなくて、たくさん考えたり期待とかしながらも待っているよっていう感じがするんですが、あなたがやっていくってね、あなたの方がどちらかというとアクティブなカードが出てるんですね。ただあまり無理をしないでいただきたいなっていうのはカードで伝わってきますね。あなた様の方でソードのページ入っています。そしてじゃあ今後どうしていくのかってところもね見ていきましょう。なんか警戒しながらも動こうとかね、そういうところがあるのかな。やっぱ警戒してますよね。やっぱり現状も警戒しながら入ってくるとかね、周りをよく見ながら進むとかね、そういう感じがするんですよね。いろいろ考えたりとか、周りを気にしたりとかもするところもあるのかもしれないですね。はい、釣られた男、そしてジャスティスの逆で、これ大アルカナ2枚ね、今後じゃあどうするんですかっていうのところで入ってくるんですよね。フォーチューンっていうね、動くんですかって言ったら、どうしていきたいのかって、動きたいけどっていうところもあるんですよね。今の現状に対してはやっぱりあなた様も動きたいんだけど、すごく、お相手に連絡取りたいとかね、会いに行きたいとかね、動きたいって思ってるけど周りをやっぱり気にしてるんですよね。忍び足でお相手に会いに行くとかね、こっそり夜中抜け出していくとか、そういうイメージも入ってきます。でもお相手に会うのはとてもすごく楽しい、嬉しいとかね、お話ししててすごく自分にとって嬉しいとかね、
今いろいろ状況が片付いたから、お相手にやっぱりなんか突然やっていきたいとかねっていう風に考えてる方もいるのかな。周りの状況を警戒しつつ、叶うんだったらもうすぐにね、お相手に何の連絡もなくいきなりやっていきたいぐらい気持ちがあるとかね、そういう感じもします。お相手の様子も見ているような気もするんですよね。あなたが今のお相手の現状、どういう風に過ごしているのかなとか、そういうのを遠くからあなたも見ているような気もする、伺ってるのかなっていう感じもするんですよね。ただお互い遠くからお互いそれぞれ見つめているっていう感じもするから、今はね近くにいないとか、近くに住んでいない距離があるとかね、そういう感じでもお互いの様子を見たいとかね、そういうのもあるのかな。物理的なものっていう感じがしますね。環境的なもの、距離的なもので今複雑になっているんだけど、いろんな状況があって複雑なんだけど、遠くからお互い思ってますよとかね、突然あなたがお相手に夜会いに行くとかね、そういうこともあるんじゃないかな、あったんじゃないかなっていう感じもするんですよね。今までずーっと耐えてきたことがやっと終わったから、これからねやっと動けるとかね、そういうのもあるんですよね。あなたにとってのチャンスが出てくるんじゃないかなって思うんですよね。お相手に会いに行くチャンス、なんかそういう感じがするんですよね。あなたの方から動くっていうのがすごく強いので、あなたの方が今行動に移すチャンスがやってきているとかね、そういうのを感じます。なんか目隠しもしているんですよね。このフォーチュンカードがとても幸運を表すカードでもあるんですけど、もしかしたらあなたの知らないところでこうやってお金がこぼれているかのように、もしかしたらですよ、あなたの知らないところでいろんなチャンスが巡ってきても、それをもしかしたらあなたは逃しているかもしれないよっていうことも感じますね。川で釣りをしていたら金貨が入っている袋を引き上げてしまったっていうカードなんだけど、その金貨を取りこぼしているようにも感じるんですよね。今これからどうやってあなたが動いていこうか、どうしていきたいのか、もちろんお相手に会いに行きたい、やっと自分にとっての試練を終わったから、今までずっと耐えてきたことがやっと終わったんだよって言ってる。そしてチャンスも巡ってきてるんだけど、全部生かしきれないかもしれないなっていうのをあなたの中で感じてるのかもしれない。お相手に連絡するチャンスとか会いに行く機会があるかもしれないんだけど、あなたの方で動きたい、今すぐにでも行きたいと思っても、気持ちとその現状がまだ伴っていかないような気がする。どっちかっていうとせっかちになってるんですよね、あなたの方が。もうすぐにでもっていう感じがするのね。今すぐってね。例えばお相手に連絡したらすぐ返事来るよねってあなたが思っているとかね、なんか時間早くっていう感じがするんですよね。もっと早くこうなればいいのにとか、早く解決すればいいのにとか、自分の環境が落ち着いたからじゃあ今すぐにっていう感じが伝わってくるんですが、せっかく一生懸命耐えて状況を整えてきた。で、少しねここね休もうねっていうカードも少しだけ出てるんですよね。少しだけ状況を見ながら、あと自分のバランスとかもそうですよね。いろんな状況があったりとか、お相手の状況、自分の状況、気持ちとかね、あと体調面とか自分の心身のことも言ってるかもしれない。それをね少し一回整えてから行きましょうって、ウォーミングアップをしてから実際のアクションに動いていこう。その方がもっとねチャンスつかめるんじゃないかなって。今警戒していることがあなたの中にあるんですよね。ここをまず警戒をなくしていくところから始めるっていうね、段階を踏んでいこうねっていう感じもするんですよね。ここからどうやって動いていく、どうしていきたいっていうところに入ってきてるので、あなた様自身が自分なりにちゃんと、自分のこと分かっていて、体調崩してるんであれば体調を整えてからとか、あと段階踏んでとか、そういうふうに自分の中で計画立てられているのかなっていう感じがします。ただ行動的なのはあなた様の方ですね。それは変わらず入ってきます。で、運も物にできるんじゃないかなっていう感じがするんですよね。
自分自身でちゃんと自分の身の回りのことを、自分の中のことをちゃんと整理できていれば、ちゃんと自分の頑張ってきた成果だったりとか、流れ込んでくるチャンスをつかむことができるんじゃないかなっていうところが入っています。ではお二人の転機になりそうな時期を見ていきます。それはトランプから時期をもらっていきましょう。具体的な数字もらっていきましょう。例えば今お二人が会えない状況にあるなら、会えない原因、それが変わる転機になりそうな時期。連絡がなかなかつかないとか、今喧嘩して複雑になってますとか、冷却期間置いてますとか、様々な状況があって、その原因から抜け出す転機という風にして見ていきましょう。2人の関係が進展するとか好転するような時期を見ていきます。はい、こちらですね。12番です。12っていうのが出てきました。なんか動きのあるようなカードが出てきていますね。そうですね。なんかね、実りっていうのがね、入ってきますね。2人の木が満ちた時、気持ち、状況とかね、いろんなことが整う、環境が整って、2人がね、会いに行くとかね、問題が解決されるとかね、進んでいくなら12。例えば、ちょっと長いんですが、12ヶ月後、1年後かもしれないし、12週間後、つまり3ヶ月後っていうことも考えられます。あとは12のつく日とかね、12時とかそういうナンバーが入ってきますね。では、その時の状況ってどういう状況になってるんだろうっていう2人の状況を見ていきましょう。この12をきっかけにして、2人のその時の状況を見ていきます。ジャーニーのカードが入っています。旅のカードですね。旅人。やっぱり、動きがあるよってことを言ってるんですよね。動いた時、どちらかが一方動いた時、遠距離っていう方が多いのかな。これ旅のカードだから遠くに行くとかね、そういうことを言ってるんですよね。旅なので長距離を移動するってこともあるんですよね。遠距離じゃありませんっていう方でも、長い間連絡取れなかったとか、長い間冷却期間置いてましたとかね、そういう、長さっていうのを感じるんですよね。これが今縮まった時、この12の天気の後に2人はもう今よりもね近づいていますよってことを言われていますね。もう少しもらっていきましょう。2人はもう動いてるんだよってことを言われてるのと、じゃあお相手ってじゃあ待ちの姿勢を貫くのかなっていうところも気になりますよね。お相手の動きがお相手から来るのか、ごめんなさい、ちょっとこれ落ちたので一回戻して、お相手からじゃあ来るのかな。だね、ずっとね待ちの姿勢っていう感じがお相手から見えてくる。ただ自分の中の気持ちの整理がついたりとか、考えすぎていたこととか、ぐるぐる頭の中で回っていたことから抜け出してはいると思うんですよね。ペンタクルスの3の逆位置がお相手に入ってきています。そしてあなた様の方も見ていきましょう。あなた様の方が動くのかな。あなた様はカップの7の逆、やっぱりあなた様の方が動くっていうのが入ってますね。ここで今自分がどうするべきかっていう自分の段取りをしっかり組んでいるから、それがちゃんと行動になって出てこれるっていう感じがするんですよね。段階を一個ずつ踏んでいってチャンスをものにして、お相手のところへちゃんとねやっていこうとか、少し先走っていた気持ちも落ち着くことができて、自分自身ちゃんと自分のことよく分かってらっしゃるというか、どういう風にすればうまく進むんだろうとか、そういうのもちゃんと見えているっ
っていう感じがしますね。これから先あなたはお相手に向かって一直線に進んでいく、すっきりと気持ちが晴れやかになっているんじゃないかなっていうのと、お相手の方がいろんなこと期待はしてるんですよ。してるんですが、いろいろ考えちゃって動けないとかね、自分で自信がないっていう感じが入ってくるんですよね。まだ自分には足りないものがあるんじゃないかなとか、多分考えすぎな感じもするんですけどね。なんか期待しているけど自分から動けないとかね、そういうの最後まで貫いていきそうですね。自信をね持つためにお相手も自分なりにいろいろと頑張るんだと思いますよ。自分が成長できるためにどうしたらいいのかなとか、もっとしっかりしなきゃなとか、例えばお仕事いっぱい頑張ろうとか、あなたと一緒にやっていくためにとか、環境をもっと整えていこうとか、みんなと話し合って決めていこうっていう風には感じてはいると思うんですよね。ただ自分の妄想だけで、空想だけで終わるんじゃなくて、こうなればいいなっていう風な気持ちがちゃんと現実化させていかなきゃいけないなっていう気持ちはある。けどまだ自分は未熟なんじゃないかなとか、はっきりとね答えが自分の中で動くっていうね、行動にはちゃんと出てこないのかなっていう感じがしますね。どうしても考え込んじゃう現実のこと、自分の気持ち、こうなったらいいなっていうことと行動に移せるのかどうかっていうのとね、ちょっとねここね差があるんですね、お相手の中で。明るいこと考えて望んでいるけど、実際自分が動けるかとかっていうと少しね暗い感じの色味が入ってくるんですよね。でもこれはあなた様への気持ちがないとかじゃなくて、気持ちとか望みとかでね明るいこと考えてるから、それに対しての自分の自分がそれに対してできていないなとか、うまく物事運んでいかないなとか、そういうことも考えてるし、自分自身のこともね、自分消極的だなってことも感じてるんですよね。それではあなた様の方が多分動いていくと思うんですね。そして自分自身の答えもちゃんとすっきりと、環境、気持ち全部すっきりとさせて向かっていくっていうのがね出ているんですよね。ここに対してじゃあ最終的に2人ってどうなっていくのかっていうのをもらっていきましょう。あなた様が動いていった後っていうのは、今複雑な恋愛だなっていう風に感じている原因がじゃあなくなっていくのかなとか、会えなかったって方は会えるのかとか、チャイルド、子供、赤ちゃんのカードが入ってます。ここにね赤ちゃん誕生のね、新しく生まれるっていうね、この新しいものっていうカードが入ってきていますので、例えば2人の環境が新しくなるとかね、関係が新しく生まれる、新しく生まれてくるものがあるとかね、2人の間に新しいものが生まれる、それもすごく喜ばしいことですね。先が明るいんじゃないかな。2人で新しく生み出していくとかね、作り出していくっていうこともあるんですよね。環境を整えて、その後じゃあこれから2人でやっていこうとかね、そういう風になっていくっていう感じがしますね。最終的なお二人の関係、今の関係とか環境とか全く変わっていく、もしくはプラスアルファで生み出していくんじゃないかなっていう感じがするんですよね。メッセージもらいながらいきましょう。美しい、いいですね。このカードとね一緒にもらっていきましょう。とても豊かなカードが出ていますね。美しい、そして豊かっていう感じがするんですよね。あなたの頭の上にね、なんか髪の毛がもう木の枝みたいになっていて、実がなっていてっていう状況ですよね。連絡したいとかね、そういうこともあるし、すごくはっきりと顔が描かれていて、とても穏やかな、微笑んでるような感じの顔なんですよね。穏やかな関係になっていく、もっとね環境が穏やかになっていくっていう感じがする。こっちも平和的なのどかな風景が入ってますよね。お庭のカードです。あなたの作り上げたこの
土地、お家、環境、あなたが整えてきたこの環境に花が咲いて実がなって豊かになっていくっていうことが言われていますよね。あなた自身がとても美しくなっていくんじゃないかなって、とてもすっきりするんですよね。すっきりしていろいろ見えなかったこととかもちゃんと目を行き届かせるっていうのかな、ちゃんと目を見て、見えなかったこと、見なかったようなこともちゃんと細かいところまでちゃんと目を通して自分自身の、作り上げていく。なんかね、環境を変えるっていうか、やっと作り上げてきたものが実ったんだよっていう感じもするんですよね。やっと春を迎えてきたよっていうね、夜を越えて朝になって春になって暖かくなってって新しいものがどんどん生まれていく。新しい命ですよね。お花、緑も、こうやってね、色鮮やかな緑とかも、こういう木の実、リンゴとかね、実とかもね、お花とかもね、すべて命なんだよってことをね、言ってるんですよね。お二人の間で新しく誕生するものがあるとか、二人の間で新しく作り出されるもの、生み出されるものとか、環境だったり、例えば時間だったりとか、まさしく命そのもの、命を感じられるようなことがあったりとかね、そういうこともあるかもしれません。あなたが待ち望んでいたものが手に入るんじゃないかなって。あなたが待ち望んでいたものは何でしょうか。きっとそれはあなた様の中で分かっているはずです。いろんなことかもしれません。状況、時間とかね、いろいろあると思うんですが、あなたの中でやっとね、環境を整えてきたんだっていうことが実りを結ぶとかね、そういうのが言われています。そして、やっとまたご褒美っていう感じもしますよね。あとは、そうですね、なんかね、果物とかね、そういうのも入ってくるので、いろんな旬の果物とか、これから旬になってくるものありますよね。春に向けて。もちろん今この時期でも旬の果物もあると思いますね。それを食べたりとか、旬のお野菜を食べたりとかして、自分の口の中に、体の中に取り入れてください。季節のものを。食べ物ですね。季節の食べ物。で、あなた様が今思い浮かぶようなものとか、店頭に行って、なんか旬の野菜とかね、旬の食べ物って書いてるのを見て、あーっと思ったものを食べてみてもいいと思います。野菜、果物にこだわらず、食べ物で何か季節を感じるようなものだったりとか、みずみずしいものっていうのが入ってくるんですよね。とてもみずみずしさを感じるので、そういうもので、体に取り入れて自分の体調とか、エネルギーとかをね、整えていこうっていうのを感じます。あとは自然に触れるっていうのもあるんですよね。それでエネルギーチャージしていけるのかなっていう。今あなたの中で新しいエネルギーが入り込んでくる時っていうのが入ってきています。勢いがあるんですよね。そうですね。あなたがとても美しく輝いているイメージがすごく入ってくるんですよね。もちろんいきなりある一つで美しくなるわけではなくて、あなたが今まで積み重ねてきたものがやっと実りを迎えるとか、そういうことも言われていますし、そういうタイミングがやってくるよってことも言われているし、あなたが掴み取るような大きなものがね、もうあるんだよってことも言われているし、そして最終結果に新しい誕生のカードが入ってきているので、それはあなたの様の中のお気持ちがね、新しくね、生まれてくるものがある、湧き上がってくるものがあるとかね、芽吹いてくるものがあるのかもしれない。いろんな意味で2人の関係に今暖かい春がやってきたというか、長い冬を終えて今ようやく花が開く暖かい春が2人の間にやってくるんじゃないかなっていうのがね、入ってきますね、このカードから。最終的な関係としては、そう、新しいとか実りとかね、美しさとかそういうようなものが入ってくるので、お二人の結局この後どうなるのかっていうと、かなり豊かな関係を築ける、お相手が期待していたもの、喜びを分かち合いたいとか、みんなで楽しく、もしかしたら本当にあなたとお相手の他にも、例えばペットを飼い始めるとか、動物に触れるとか、
2人の間で何か始めることが出てきたりとかして、共有して楽しめるようなことができるとかね、趣味ができるとか、そういうことも言われてるかもしれません。2人の中で新しく始めること、お相手が考えてることが実現化されていくんじゃないかなって。ではお相手なんかね、少しまだねこう動けないみたいな、自信がないみたいにこうなってたんですけど、ここじゃあ最終的にどういうふうにお相手変わっていくのかって見ていきましょう。結局喜んでもらえるんだろうかとかね、お相手が自信つけてくれるのかなとか、かなりこう実りのある感じが入ってくるんですよね。まずこれ入ってきたのが助教皇のカード、そしてソードの6が入ってきています。なかなか決められなかったことでもお相手も進んでいこうって思えるんじゃないかな。お相手もお相手の中で自分自身ね、はっきりと自分で自分軸っていうのを持たなきゃなっていう風に感じるんじゃないかなと思います。本当に自分がどうしたいのかとか、かなりこうバランスがねあったんですよね。お相手の中で自分の中で思い描いていることと現実のこの差がかなりあって、これを埋めていくようなことがあるのかなっていう風に感じますね。いろんな不安をね乗り越えていくのかなっていう感じがするんですよね。いろいろ自分でもうちょっとね人生経験を積まなきゃいけないんじゃないかなとか、新しいところへ向かっていくために自分のねいろいろ変えていかなきゃいけないんじゃないかなとか、いろんなこと考えていたんですが、あなたとの間に新しいものが生まれるとか、豊かさがねお相手のところにもたらされてくることで、自分自身が本当にどうしたいのかなっていうのがはっきり分かってくる。自分のやりたかったことをやっていこうっていう風に感じるとか、あなたはもっと近くで感じられるようなことになるとかね、そのおかげでお相手がもっとなんか自分自身、お相手自身の人生経験が積まれるようなことが出てきたりとか、あなたとの出会いを通してお相手がすごく成長するっていう感じが入ってくるんですよね。学びとかね、そういうお相手の今まで消極的だったところが改善されていくとかね、もっと自分自身前向きになれるとか、もう泣かなくていいんだとか、自分の思うように進んでいいんだとか、そのためにお相手自身がどうすればいいのかっていう自分の道がはっきり見えてくる。例えばもっと仕事頑張んなきゃとか、収入もっとあった方がいいよなとか、実りをね継続させるためにどうしたらいいんだろう、なんか近くにもっと住んだ方がいいのかなとか、いろんなことをお相手も考えて動けるようになってくるんじゃないかなって。実りを迎えたから自分のこの信じた道を進んでいこうっていうふうに思えるっていう感じが出てきますね。今お相手とあなたの間に豊かさとか新しいものが生まれてくる時です。あなた様の環境が全て整って、そしてお相手のお気持ちと現状のこのバランスもうまく取れるようになってくると思います。あなた様が動き始めることでどんどんと変わっていきますし、この具体的な数字12というのも意識してみてください。またその他にも11とか15番っていうのもあるので、やっぱり11、12、15とかそのあたりですね、このあたりをイメージして動かれてみてください。ただ焦りは禁物だよっていうふうにも言われていますので、ところどころ休憩していきながら、あと自分自身の体調面とかメンタルとか心の持ちようとかも気にしながら進めていってみてください。かなりすっきりして自分自身進んでいけるんじゃないかなっていうふうに入ってきました。以上、こちらが1番をお選びいただいた方のリーディングとなります。今回は複雑恋愛2人の現状や今後について見ていきました。何かこの中から一つでも心に残るようなメッセージがあればお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。またいつも高評価やコメントなどくださる方々本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。
では、こちら2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは複雑恋愛について見ていきます。様々な状況があるとは思いますが、この複雑な関係からどのようになっていくのかっていうのを見ていきます。ではまずお二人の現状から見ていきます。あなた様とお相手様とそれぞれまず出していきますね。はい、まずあなた様です。恋人のカードが出ていますね。そして次お相手です。お相手は家のカード出ています。そうですね、落ち着く。お相手とても今落ち着いてるような現状。あなたもそうですね、いろいろ意味があるのでタロットカードで補足もらっていきましょう。ただ2人の思いが今安定しているとか、例えば今まで連絡が取れなかったっていう方とかも今連絡取れてます、取れるようになったんですとか、再会とかね、そういうことも表してる。お相手がかなり安定した状況、心持ちであるので、まずあなた様からです。女帝のカードが入ってきた。かなり強いこと言ってますね。あなたはすごくいいいいとか言って、次お相手ですね。お相手はこちらのカード、ソードのページ。お相手はお相手でかなりなんだろうな、お相手もう一枚もらおうかな。そうですね、もう一枚もらおうかな。何を警戒してるのかな、お相手。何かね、すごくね、守りたいみたいな。警戒っていうか、守りたいって感じかな。なんかすごく仲良くお話ししてるカードが入ってくるんですよね。これ、そうですね。どっちかっていうと、同じ意見、同じ意思を持った仲間たちで集まっているとかね、そういう感じがするんですよね。これが今のお相手のところに入ってきてる。でも明るいカードなんですよね。あなたとコミュニケーションすることがすごく落ち着くとかね、そういうことをすごく言ってるんですよね。今の現状、あなたと一緒にいるのが楽しいとか、楽しい、落ち着くとかね、刺激的っていうよりは落ち着くっていう感じがするんですよね。家の中、建物の中にあなたと一緒にいる時間も好きだし、開放的になるのも好き。だろうな、建物の中っていうのも入ってくるんですよね。2人で会うときは室内が多いとかね、そういう感じもする。でもお相手少し警戒してるので、周りを警戒していたりとかもするのかな。それか今この2人の時間を守りたいとかね、この時間大事にしたくて誰にも邪魔してほしくないっていう感じがするんですよね。あなたの状況もかなりいいんですよ。お相手からちゃんと愛をもらってるっていうのを感じてるってね、言ってるんですよね。すごくとても今満たされているとか、もしこのね、状況、現状今出していて、かなりここすごくね、豊かなカードが出てきているから、いや私ね今そうじゃなくてすごく苦しいんですとか、ちょっと状況を見てて違うなっていう風に感じる方は違う選択肢も見てみてください。ただここね、すごく大きく入ってきてるので、今あなたが実りをね、自分で受け取っている時でもあるんですよね。あなた自身がとても美しくて、お相手から愛をたくさんもらっているし、受け取るものもすごくたくさんある。自分の中で今すごく、これ性別関係なくね、自分らしさが発揮できているとか、
今の現状ですごく自分が満たされている思いをしているとかね、お相手の方があなたのことを誘ってきてくれるとかね、愛してくれてるとかね、言葉をねささやいてくれるとか、そういうようなことも言ってる。おしゃべりしていてあなたが少し恥ずかしいなって思うようなことでも、お相手が褒めてくれたりとか、もっと2人で一緒にねイチャイチャしようよみたいな感じに言ってきてくれてる。守りたいっていう感じかな。この2人だけのこの今この空間、この時間とか、たとえどんな状況に2人があったとしても、2人が一緒にいる間はこの時間を守りたいんだっていうお相手の気持ちが入ってきますね。なんかあんまり連絡取れなかったとか、そういう人であっても、お相手なんかそういう風に感じてないんじゃないかな。あなたと一緒にいる時間守りたいみたいな感じに感じるので、連絡取れなかった人は連絡取れてる、もうすぐ取れますよとか、もうすぐ取れてますとかね、ついさっき取れましたとか、つい最近取れましたとかっていう感じがするんですよね。では、いろんな状況の方が見ていらっしゃるとは思いますが、この2人が複雑に絡み合ってる恋愛を今しているような原因をまず見ていきましょう。こうやって見るとお互いすごく豊かとかね、楽しい、安心とかね、すごく愛に包まれているとか、そういう感じのねお気持ちが見えてくるんですよね。ということは、片思いっていうよりは、片思いとかね、例えばお相手に他に例えば好きな人がいるとか、そういうのよりは、ここも求められているカードが出てきているから、どっちかっていうと気持ちじゃないところで来てるのかな。平時のカードが出てきている。何か2人の間でね、この関係こうなってしまった、思い合ってるのに複雑になってしまった感じってお相手の方にあるのかな。お相手が結構なんかね戦ってる感じがするんですよね。守らなきゃとかね、すごく大きなものを守らなきゃとかね。ちょっともらっていきましょうか。すごく守りたいってことを言ってるんでしょうね。いやでもあなたのところにエンプレスが出てるってことは、もうあなたを守りたいっていう感じがするんですよね。この上ないほどあなたに魅力を感じてるし、お相手の理想の相手だったりとか、そういうことを言ってるんですよ。2人でとかいうか、お相手がね一生懸命育んできたものを守りたいんだって言ってるんですよ。それはワンドのエース。例えば2人でなんかお相手の中であなたに一目惚れだったのかもしれない。初めはお相手がすごくね勢いがあるんですよね。愛される側とお相手が愛し守る側っていう感じがするんですよね。ずっと今まであなたに一目惚れで情熱をかけてやってきたんです。で、それでやっとここまで来たんですって、いろいろ乗り越えながらここまでやってきたんですって、複雑な恋愛で見ているので、いろんな状況を抱えながらもここまでやってきたんだって。だけどまだまだ気が抜けない。なってお相手のこう原因見ていくと、もがいてるんでしょうね。すごく情熱に向かって、突き進みたいけど、なかなか自分の思うような形にならないとかね、あなたと密会しているような感じも出てくるんですよ。密会というか、密かに思い合っているとか、密かに通っているとかね、そういう方も一部いるかもしれないし、複雑な状況なので、いろんな状況の中2人で愛を育んできました。だけどもっと守りたい、この今のね関係を守りたいし、さらに守りながらも進めていきたい、前進させたい、関係を進めていきたいと思ってるんだけど、障害があるとか、障害というかお相手の、思うようにうまくいかない。
思うような速度で物事が進んでいかないっていうようなことを感じてはいるけど、だけどすごくね、守りたいとかね、そういうことを言ってるんですよね。で、ここまで今原因を見たんですが、お相手今後どうしていきたいのかっていうのもね、もらっていきましょう。お相手は今の関係からどうしたいのか。どうしたいと思ってるのか。あなたとお話しするのが楽しいとか言ってるんですよね。そこはね、なんかね、とても、たわいらない話かもしれないし、毎日ね、夜お話ししていて、だらだらというか寝ながら、寝落ち通話みたいなことしながらやってる時間が幸せなのかもしれないし、あとなんかこうね、あなたといると自分の心がきれいになるというか、自分の汚れとか一日の疲れとかが癒されるとかね、そういうことも言ってるんですよね。いろんなことを学ぶとか、いろんな気持ちを伝え合うとか、かなりお話とかね、あなたの声を聞くのが好きとか、そういうところがすごくね、大切なんだよってことを言ってるんですよね。例えば遠距離ですごく毎日電話してますとかね、そういう方もいるのかなっていう感じがします。おっと、囚われてるカードが出てきた。鎖のカードですね。今後どうしていきたいのかっていうと、動けないってことを言ってる。動けない、なぜか。何を動けないのかってことももらいましょうか。もうちょっともらいましょうね。なんだろう、なんか泣いてるんですよね。泣いてるというか嘆いてるのか、それはどういうことなのかな。もう伝えたいのに伝わらないっていう感じがしますね。お知らせしたいけどお知らせできない。もしくは遠距離の方とかであれば、今まで連絡取り合っていたのに連絡が取れなくなっていってしまうんじゃないかっていう不安があるとかね、だから警戒してるのかな。何か2人の間を邪魔するようなものがあるのかなっていうふうにお相手が感じてるのかな。あなたの状況を見てみましょう。あなたの同じこと聞きましょうか。じゃああなたは今後どうしていきたい。その前にそうですね、あなたは2人のこの今、複雑な恋愛と言われていることに対してどう思っているのかっていうのをもらっていく。もうお仕事だって言ってる。お仕事絡みで複雑な事情を抱えていますってことを言ってますね。例えば仕事絡みで出会った人ですとか、あとは仕事の付き合いがあるからみんなに言えませんとかね、そういうお仕事っていうのが入ってくるんですよね。仕事のやり取りをしているからこういう複雑な事情になってますとか、もちろん仕事以外にも事情はあると思うんですけど、あなたの中ではお仕事っていうね、ウェイトを占めてますね。そしてあなたは今後どうしていきたいと思ってるのか見ていきましょう。お仕事のカードが入ってきた。お仕事とね、今この恋愛をしてるのはまた別なんですっていうふうにあなたが言ってるんですよね。とにかく仕事というのがワードで入ってきます。ではあなたが今後どうしたいと思ってるのか。おっと、これはね、あれです。おじいちゃんカードです。おじいちゃんカードと言ったらあれなんですけど、でもおじいちゃんなんですよね。考えても考えても答えが出ないとかね、あなたの中でそういう風に感じてしまうのかなっていうところがあります。考える人なんですよね。なかなかね、答えが出ない。今後どうしていきたいってあなたに聞くと、あなたは今後進めていったらいいかわからない、2人の関係をどうしたらいいかわからないっていうはっきりした答えが出ないっていう風に言ってるんですよね。今後のことを聞くと、あなたもお相手も少し頭を抱えてる感じなんですよね。今のままで十分幸せだから先を望んでいないよっていう風にも感じますし、今はとにかく幸せで守りたいから、この先のことをまだ考えられないような状況でもあるのかな。今始まったとかね、今連絡が来たとか、冷却期間が終わって今やっとね2人が仲直りし始めてきたとか、そういう方もいるかもしれないし、
例えばどちらかにご家庭があって今の関係で満足していて、その先を望んでいない、あえて望んでいないっていう感じもするかなっていう感じがする。先どうなのよって聞くと、2人ともっていう風に頭を抱えてるんで、でもただお相手はね、手紙が入ってるので伝えたい、何かを伝えたいってことを言ってるんですよね。自分の意思をね貫き通したいとかね、そういうことを言ってる。あと遠くからあなたに教えたいとか、遠くの場所にいてあなたに例えばメールとか手紙とか電話を使って伝えていきたい、今後もこれからもずっとねやっていきたいってことを言ってるのと、あなたの今後どうしていきたいに対して少し考えてますっていう感じが出てくるんですよね。ではまだ先のこと見えませんとか、お相手がいろんなこと考えていて伝えようとしているんだけど、でもちょっとね考えてますって、もしくは自分のこの考えてることを聞いてくださいっていう風にお相手はやっていきたいって思ってるのかもしれない。なんか誓約書みたいにも見えるから、契約書とかね、そういう書面的なものにも見えるから、何々届を出すとかね、転職届とかね、退職届とかね、なんか戸籍上のものだったりとか、そういうことも言ってるのかもしれないけども、そうですね、2人の転機になりそうな時期を見ていきましょう。今この2人の関係が、複雑な恋愛をテーマに見ているので、複雑な状況を抜ける転機になりそうな時期を見ていきます。これトランプからもらっていきましょう。数字を具体的にもらっていって、そうですね、抜け出すタイミング、今この複雑な状況を抜け出すタイミングですね。12が出てきてる。まだね、今はねすぐじゃないかもしれないよってことを言ってるかもしれない。種の状態、実の種っていうか実の状態、ここからさらに葉をねつけていって成長していく段階でありますよっていう感じがするんですよね。ナンバーとしては12だから、12週間後、約3ヶ月後とか、あと12のつく日、12のつく時間、もしくは12月とか12ヶ月後とかね、1年後ぐらいになるかもしれない。でもちょっとね、あなたとお相手の中では時間かけてやっていくんじゃないかなっていうのがこのカードから入ってくるんですよね。なんとなくですけど、もしくは3ヶ月後かな、お花の咲く時期っていう感じがするのと、具体的な時期を出したので、この時お相手とあなたの状況ってどういう風になってるのかっていうのをもらっていきましょう。この時2人はどういう状況にいるのかな、お互いの状況を1枚で出していきましょう。乾杯のカードが出ているね。乾杯カードだ。あなたとお相手、例えば遠距離だったら2人で直接お食事できる時とか、今まで会ったことない人とか、そうじゃないとしても2人でご飯行ける時とか、デートできる時とか、2人で喜びを交わし合う時、気持ちを交わし合う時、気持ちがちゃんと通じるとかね。あとはみんな第三者、ここにねもう一人人がいるからみんなでお祝いしているとか、分かりやすく言うと2人の関係だけじゃなくて、分かりやすく形で言えば結婚式で2人が共通の知り合いがいてね、その知り合いの結婚式に2人がお呼ばれした時とか、パーティーに呼ばれた時とか、そういう絵柄で入ってくることもありますけど、2人でデートとか食事とか、ちゃんと顔を合わせるとかね、2人の中で楽しいことがあった時、実際顔を合わせるわけじゃないかもしれないけど、2人で楽しく、喜びを分かち合えるような時が、このね12のつく時に、転機となった時に2人の状況ってこういう風に明るくなってるよってことを言ってるんですよね。今よりももっと楽しく明るく、
もちろんお相手の中ではあなたといる時間すごく今でも魅力的なんですよね。ここね、もうすごく魅力的っていうのが入ってきてる、一緒にいるのが楽しいって入ってきてるんだけど、もっとなんかこうなんだろうな、気持ちだけじゃなくて分かりやすく、誰から見ても分かりやすく、2人でお祝いしてるよねとか、みんなでお祝いしてるよねっていう風に分かるような状況の時が転機ですよってことを言ってるんですよね。ではお相手から動くのかとか、どういう状況になっていくのかっていう展開を見ていきましょう。お相手から動きがあるのか、あとなんかね、お相手が伝えようとしてること、レター招待状なのかな、お相手は招待状を受け取ってるのかなね。レターって招待状にも見えますよね。この乾杯のカードが出てるってことは、でね、どうしていきたい、あなたをデートに誘いたいってこと、お食事に誘いたいってこと、だけど誘いたいけど誘えない、まだ動けない、自分が鎖につながれているからっていう感じなのかな。動くんじゃないかなっていう感じがする。動くんじゃないかなって感じがするとか言ってたら、ワールドが出てきた。お相手の中で確実に動いてくる。もうこれ1枚で十分ですよね。自分のね、世界が完成されるって、今までなかなか進まなかったとか、それでも一生懸命守りたくてとか、進んでいきたくてって頑張ってるんですよね。この頑張りが今、結果がね、やっとね、実ったんだって、願いが叶ったんだとかね、お相手の守りたかったものが守れた、進みたかった方向へ進めた、自分たちの情熱のあるがままに進むことができる。もちろん今まで囚われていて動けなかったこととか、変えたくても変えられなかったようなこともあったかもしれないんだけど、これでも間もなくお相手が自分でね、手紙を出しているから、自分のちゃんとね、状況が整うとか、もう複雑な恋愛じゃないんだよとか、今まで2人のね、原因になっていたものが取り除かれていくんだよってことをね、すごく言ってる。2人の世界がね、一つになる時ってことを言ってるんですよね。お相手動くんですかって聞くと、このカードが出てくるから、もうなんかもちろんね、動きのカードはもう出てきてるので、お相手から動くんでしょうけど、お相手が動くから変わるんじゃなくて、もう2人がね、一つになるこの世界ってもう初めから先にもう用意されてますよっていう感じがするんですよね。たとえそれが3ヶ月後だろうが、ね、1年後だろうが、ね、この12っていうのが入ってるから、どこでこの12が出てくるかわからない。もしかしたら2月12日かもしれないし、この12がどこで入ってくるかわからないけど、いずれ2人はこうやって喜びを交わし合ったりとか、2人がもっと一つになっていくとき、今例えばね、こうアプリとかインターネットとかで知り合ったりとかして、顔は知らないけど、いつもね、あなたと一緒にいる時間、お家であなたと過ごす時間が好きとか、お相手のお家で例えばインターネットとかを介してあなたとお話ししている時間が好きっていう状況から、もっと2人がくっつく時間が出てくる、現実味を帯びてくるとか、お相手が望んでいることを、頑張っていたことに対しての成果がちゃんと出る、2人の関係についてちゃんと出る、しかもお相手の理想通り、あなたの理想でもあると思います。あなたの気持ちはどうなのかってものを見ましょうね。多分ね、喜びのカードが出るんじゃないかなとか言って予言しといてでもワールドに乾杯のカードが入ってきちゃってるから、これを喜ばずにしていられるんだろうか。でもあなたはね、今後どうしたいのかっていうこと悩んでるんですよね。考えてるんですよ。まだ答えが出ないって言ってる。じゃああなたはこの天気をきっかけに変われるのかどうか。カップのページだカップのページが出てきてる。そうですね。少し
ふわふわした気持ちというか、ふわふわしてるっていうのは夢みたいっていう風に思うのかな。今後どうしたいのかって言ったら、すごく頭を抱えてしまうところがあるんだけど、こうやってお相手と一つになれたことが夢みたいとかね、まるでこれは夢の中にいるんじゃないか、私の理想の夢、自分が思い描いていたお相手とこうなりたかったんだよとか、会いたかったんだよとかね、顔と顔向かい合わせてお話ししたかったんだ、やっと会えたねっていう自分のこの気持ちが本当に夢なんじゃないかなとかね、この今起きてることってもしかして夢なんじゃないってほっぺたつねりたくなるようなぐらい、なんかキラキラしていてふわふわしていてみたいな、そんな世界に自分がいきなり来ちゃったみたいな感じでね、夢の世界に来ちゃったかのようにロマンチックですごく素敵な世界に自分が入ってるっていうね、感覚になるみたい。とてもね、気持ちがね、なんて言うんだろうな、ドキドキワクワクしながら、ときめきながらもね、なんかね、素敵って、まだ現実に地に足がついてないような気持ちになるね、気持ちになるっていう、あなたの中で少女漫画のようなドキドキしたような体験ができるとかね、そういう感覚がするのかな。とてもキラキラしたものっていう感覚になるんですよね。あなたの気持ちです。では結局2人ってどうなるのってところを見ていきたいんですけど、どうなるもこうなるももうね、世界が完成しちゃってお祝いしてるってことを言ってるので、初めからお相手がもうね、あなたをねしっかりと守りたいとかね、もうあなたはお相手にとってもう女神様みたいな存在なんですよ。自分のとても魅力的な人だから守りたいとかね、この関係を貫いていきたいとか、そういうことをいろいろ考えているんですよね。ちゃんとそれが形になって出てくるこの先が現れています。では2人が結局どうなるのかっていうのをさらにもらっていきましょう、ね、これ以上出してもいいんだろうかと思うぐらいなんですが、ただ一つ望みが叶って乾杯をあげて祝杯をあげた。じゃあその先はっていうところですよね。次のステージへ行けるんじゃないか。次のステージへ行くって言ってる。新しい誕生を表している赤ちゃんのカード。誕生するんですよ、誕生。誕生っていうのは絵の通り新しい命が誕生するってこともそうかもしれないけど、それだけじゃなくて2人の世界が完成した後にまた新しい世界が始まっていくんだよってことを言ってるんですよ。分かりやすくこのカードでね分かるように言えば、例えば2人でこうやって会って乾杯デートしてお食事しましたと。そして一つね完成されて2人がじゃあお付き合いになりました。複雑な恋愛から抜けて例えばお二人のご両親に結婚の挨拶に行って結婚っていう形になって、その次のステージ2人の間に新しい命が誕生して、2人はこれから夫婦として一つの家庭としてまた一歩次のステージへ行くっていうような、今分かりやすい例えで言ったんですが、このような流れでいろいろね立場があると思いますが、何か一つお互いの理想に近づいて、そしてさらに一つ世界が完成して、でさらに次新しいことが始まっていく、次のステージに行くってことが2人のこの後ねどうなるのかってところで入ってきてるんですよね。おっとこれなんかねこれ以上見ることあるのかって言ったらありましたね。じゃあオラクルカードからももらっていきましょう。なんかすごくハッピーなこと言ってる。ただあなたは仕事絡みで少し考えている、悩んでるっていうか引っかかっているって感じかな。そこに対しては解決するのかなっていう感じで、そこもカード1枚もらいましょうか。じゃあお相手が伝えたいこのレターっていうのは招待状とかあなたを誘い文句というか、
乾杯するための招待状、招待って何の招待かわかんないけど、言葉なのかメールなのかお手紙なのか、何かをあなたに伝えに来るんですよね。自分たちが喜びの世界に入るためのものをお相手が持ってきてくれるんだと思うんですよね。まずこれ1枚もらっておいて、これ今まだめくらずに、あなたのこのお仕事っていうところに対しては解決されていくんだろうか。ここ1枚だけもらいましょう。あなたが気にしているこのお仕事カードは一体何なんだろうか。解決されるんだろうか。カップの10だなんか何のカード引いてももうこれ以上いいカード、いい悪いとかないけど、これ以上、ネガティブになるようなカードが出ないんじゃないかっていうぐらいポジティブにカードがバンバン出てきますね。どうしようなんかどうしようって感じ。悩んでいたことも晴れていくからねって。あなたが泣いていたこと、考えていたこと、もやもやしていたこともすっきりとこうやって晴れて虹がかかる。雨が降るような時間があったかもしれない、そういう期間があったかもしれないけど、雨降って地固まる、そして虹がかかるかのように2人の心の調和だったりとか環境が整っていく。お家がね見えますね。やっぱりね、お二人のなんかね、お家というか2人の共通した場所っていうのがあるんじゃないんですか。例えば2人で共通の、ゲームとかアプリとかで知り合ってるんだったら、お互いのそのなんていうのかな、プラットフォームというかちゃんとしたお互いの基盤になるようなものがあるとかで、ここから始まりはそこかもしれないんだけど、それを抜け出して2人で現実的にまとまっていくというか、2人の人生が一つになっていくというか、あなたが悩んでいた、お仕事のこととかだったりとか、先どうしようかなって考えていたことも全て地固まってキラキラしてるんですよね。とてもキラキラしているし、虹がかかるってすごくないですか。すごいな。あなたが悩んでいることも無事に解決されて、そしてキラキラした世界に飛び込んでいくんですよってことを言ってるんですよね。今悩んでいること、例えば、結果、この先とか仕事とかね、そういうことでもうね、そんなの気にならなくなるぐらいうまく回っていくよってことを言ってる。すっごく強いってことを言ってますね。縁が深いのかな、このお相手とあなたが。あまりにもすごすぎてなんか咳込んじゃってごめんなさい。そう、なんかね、音量下げときますね、咳込んだ瞬間。すごくないですか。すごくないですか。これ以上何を語ればいいのかって思うぐらいすごくないですか。いやって3と30こんなことあっていいのかな。っていやー、自由に愛を感じてもいい。お相手がねやってきてくれるんですよね。とても分かりやすいから、かなり最初から分かりやすくもう出てるのかなっていう感じがするんですよね。積極性もあるし、お相手がねあなたを求めてやってきて、もしあなたが頭を悩ませていたりとか、お相手があなたに向かってきてくれて、あなたが少し戸惑うことがあるかもしれないけど、どんな理由があってもお相手を受け入れてみようねっていう感じがするのと、これはね、お相手にとって、お相手の中であなたのところに来るときにすごくね誠実な気持ちでやってくるんですよ。別にあなたに何かね騙そうとかそういう気持ちでやってくるんじゃなくて、
もうカード見てわかりますよね。もう最初からあなたを守りたいみたいな感じで出ていて、守りながらも進めていきたいとか出ているし、もう最後の方なんかすごくないですかね。すごく調和の取れたキラキラしたカードが集まっていて、こういう風に光り輝いて五光を指してやってくるんですよね。お相手がバラ持ってロマンチックにやってくるんですよね。あなたをお迎えに来ると思います。ですよね。で、32、30って全部3の倍数だから、で女帝も3番なんですよね。だから3ってもしかしたらね、21でしょ。ワールドも3っていうのがナンバーなのかな。やっぱり3ヶ月後ってことかな。12週間後、3ヶ月後、3月12日とか3月12日、3月21日とか3月30日とか、そういう3っていうのがかなり大きく入ってきてますね。3月21日っていうのが入ってきてます。遅くても12月3日、12月21、12月30とかね、とにかくこのあたりの数字3かな ?3 っていうのがすごくありますね。3の倍数かな。これあなたとお相手が交わることでこの誕生するカード出てきちゃってるから、2人が一つになるってことをね言ってるんですよね。いろんな解釈があると思いますよ。もちろん肌を重ねますっていうね、これで2人がね身も心も一つになります、やっと一つになれたんだとか、っていう方もいるし、環境が2人の環境が2人の世界が一つになっていくってこともね言ってるかもしれないですよね。とにかく2人が融合していく時っていう感じがするんですよね。2人の世界が一つになっていて、新しい命とかね、新しいものが生まれるんですよ。新しい環境が生まれるとか、2人の気持ちが新しいものがね芽生えてくるとかね、今まで恋だったものが愛に変わっていくとか、そういうことも言ってるかもしれないし、お相手のなんかね、これね、勇気ある行動、お相手が一生懸命あなたのことをね守ろうとか進んでいこうって多分ね勇気出したこともあるんじゃないかな。ちょっとだけねここで嘆いてるというか、頭抱えてるカードが出てきていたから、ポジティブな中にも少し戸惑っているというか、落ち込んでるというか、1枚だけ、ここもそうかな、少しね顔に手当てて考えてるようなカードが少し出てきていたんだけど、その中でも正々堂々とやってくるというか、守り抜いて準備してやってきますよっていうね、なんかねお誘い、なんかパーティーに行く人みたいですよね。本当にお手紙とか花束持ってやってきそう、いろんなものをね、作り上げてやってきそうっていう感じがする。あなたはあとそれをただ受け取っていくだけでいいんじゃないかなって。女帝さんはね愛を受け取る、カードでもあるから、あなたがお相手の愛をそのまま受け続けて2人がね交わっていくっていうね、素敵。交わるだけだよって、あとは2人が一つになるだけだよっていうことをね、単純にシンプルに言われていますね。この2番の方っていうのは結局2人どうなるのって言ったら、もうシンプルに2人が一つにまとまっていきますよってことを言っています。これだけですね。もうこれが全て、もうこれ以上ないんじゃないかっていうぐらいシンプルに出てきています。あなたがもう最初からお相手に求められていて、あなたの魅力が開花されていく時でもあります。これが2番をお選びいただいた方のリーディングとなります。なんかね、びっくりしちゃって途中咳込んだりとか言葉詰まっちゃって申し訳なかったなと思いつつも、ちょっとね咳込んだところは音小さく編集するのでお許しください。はい、こちら以上2番をお選びいただいた方のリーディングとなります。この中から何かね嬉しいなとかね、わーとかね、嬉しいと思ったこととかいろいろあると思いますが、これ受け取っていただけたらなと思います。これからもリーディング動画を投稿していきますので、よろしければ高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。またいつも高評価やコメントくださる方々本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。それではこちら3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。
今回のテーマは複雑恋愛についてリーディングしていきます。今のお二人の現状から今後どうなっていくのかっていうのを見ていきます。ではまず最初にあなた様とお相手様の2人の現状を見ていきます。複雑恋愛というのをテーマに見ていますので、いろいろな状況とか環境、様々な障害があるかと思います。それぞれ置き換えてご覧いただけたらなと思いますが、やっていきましょう。まずあなた様がなんかヒーリング、癒しのカードですね。でお相手の方が愛をね伝えに行くよって言ってるんですよね。もうこの2枚を見るだけでもうねわかるんですよね。例えば距離がありますとか、冷却期間置いてますとか、今なかなか連絡取れていませんとかね、遠距離ですっていう方でも、お相手があなたのことを思っていて、あなたがお相手の愛を受け取るとか、連絡が来るとかね、もう受け取るよって、もう間もなく、もう今現状で出てきてるので、実際連絡来ましたとか、そういう状況にいるって方もいるかもしれないし、あとはお相手が建物の外、あなたが建物の中にいて、ここ手をかけてあなたが外を眺めている、お相手は下から上を見上げているっていうような感じがするので、2人の間に建物、なんていうのかな、物理的な障害があったりとかして、であなたはお相手を待っている、そしてお相手は上を見上げてあなたを思いながら歌っているっていう感じがするんですよね。こういうような状況でもあるのかな。どちらかというとあなたの方が建物の中、お家の中にいるとか、縛られているものがあったりとかして、お相手の方が割と自由に動けているのかなっていう感じがする。会いに来るならお相手から愛を求める人なんですよね、これね。しかもすごく派手に派手に愛を求める人っていうのがあるので、ただここねヒーリングのカードが出てるので、今あなたに癒しが必要かもしれないってことも言ってるんですよね。あとはそうですね、気づきとかね、あなたに今新しい気づきだったりとか、今複雑恋愛の現状で見てるので、恋愛に対しての新しい気づきを得る時が来ているとかね、そういうこともあるかもしれないですね。深掘りしていきましょう。あなた様のところにはちょうどの6、自分がね新しいところに行くための今準備ができたとか、どうすれば新しい世界へお相手と一緒にやっていけるのかなっていう計画ができたとかね、見通しが立ったとか、そういうことも言ってると思います。お相手はワンドの9、いろんな思い、しがらみとか環境、そして障害乗り越えていくよっていう感じが入ってますね。フラフラになりながらも進んでいるんだよっていう感じがするので、すごくいろんな障害をね乗り越えてやっとやってきたんだ君のところへっていう感じがする。かなりいろいろあるんだよなっていうことをね言ってるんですよね。あなたもあなたで閉じ込められている世界から抜け出していくんだよって言ってるんですよね。お相手もフラフラになりながら向かっていくよっていう感じがするんですね。ここに2人が複雑に陥ってしまった、複雑になってしまった、原因になるようなものをもらっていきましょう。いろんな状況の方がいらっしゃるので原因を一つに絞ることはできないんですが、顔をね下にね倒しちゃってますよね。うつ伏せになってる、うつ伏せっていうかね、机じゃないけど柱に伏せちゃってるっていうのかな。お家の外から出てきても下を向いてしまっていたりとか、これがこの原因として入ってきているんですよね。悲しい感じが
入ってきますね。泣いている感じがするんですよね。あなたかな。癒しのカードも入ってきてるけど、どっちかな。でもお互いにとって会いたくても会えなかったんだよとか、自分たちの思うようにいかなかったんだよとか、なんか許しをもらえなかったとかね、許してもらえなかった、なんかそういう感じが入ってくるんですよね。もうちょっともらっていきましょうか。そうですね、何でもらっていこうかな。やっぱり2人の間に障害があったっていう感じがしますね。思いがあれども届かずみたいな。あと行き違い、それは突然やってきた出来事だったんだよってなかなか対応しきれなかったっていう感じもするんですよね。エンペラー、なんかこう2人の間をなんて言ったらいいのかな、ダメだよというか、何か言ってくる人がいたんじゃないかなっていう感じがする。直接ダメだよっていうふうに言わないにしろ、一人自分たちにとって目上の存在だったりとか、例えば上司だったりとか、これ王様のカードなので、自分たちにとってはね、王様というか、目上の人、立場が上の人とか、あとは例えばあなたの世界の中の王様的な立場の人っていうのかな。わかりやすく言うと、自分のご両親だったりとか、あとは例えばご家庭のある方であれば、その自分のこのご家庭の一家の主みたいな方だったりとか、そういうのが入ってくるんですよね。2人の間に入ってきているので、家庭とか会社とかじゃなかったとしても、ご両親じゃなかったとしても、共通の知り合いの間で反対してくる人がいたとか、何か口うるさく言ってくる人がいたのかもしれないし、いつもなんか乱れているなっていう風に感じていたかもしれないんですよね。誰かに何か言われていたりとか、止められていて、なんかね、思い届かずみたいな感じがするんですよね。たとえ手紙に書いて思いを知らせようとしても、その手紙ですら許してもらえなかったみたいな厳しいような感じだったのかな。そういうのが原因というか、複雑な恋愛を今している原因としては、自分たち以外の誰かがいることと、いろんなことが変わっていったりとか、状況が変わっていったりとか、どんどん厳しくなったっていう感じる方もいるかもしれないし、いろんなことが次々舞い込んできて、例えば2人の出会いが、急なものだったとかね、昔からの知り合いでだんだん好きになってそういう関係になったっていうよりは、いきなり出会ってしまって、も出会った時、気づいた時にはもうすでに2人は恋に落ちていたんだよみたいな。だけどそれは環境的には素直に喜べるような恋愛じゃなかったんだよ、だから複雑な恋愛なんだっていう感じにも受け取られますね。ただね、今この状況はお互い満足していないっていう感じですね。この恋愛複雑になっているのを満足していないって感じ。複雑なのを解消していきたいっていうのが入っています。お相手は今どうしたいのかとか、このことに対してどう思ってるのかっていうのももらっていきましょう。まず今複雑だっていう風にお互い感じてるとは思いますね。もしかしたらあなた様の例えば体調、お相手かあなたかどちらかの体調が崩れているのかもしれないですが、ちょっと体とかのことも少しだけ入ってるかなっていう感じもするんですけど、お相手どう思ってるかな。赤ちゃんのカード、新しくやっていきたいとかね、新しく生み出したいものがある。もしくはそのままお子さんってことを言ってる。お子さんを気にしてる
家庭がある方であれば、自分たちの子供、それぞれのお子さんとか、どちらか片方のお子さんのことを気にしてる。でも、どっちかっていうとそうじゃない気がする。どうしたいと思ってるのか。旅立ちのカードがあるんですよね。今この2人の、こんがらがってしまっている、複雑になっている恋愛事情に対しては、新しく形となるものを生み出したいとかね、今の状況から抜け出したいとか、お相手があなたにどちらかというと求めに行っているので、フラフラな状態になりながらも求めに行ったから、ここでもね、新しい世界に行くっていうところが入ってきてるから、あなたが今この気づきを得るところでもあるので、ここから先のことを、新しいことを求めているのかなっていう感じがするんですよね。で、どうしたいのかっていうと、お相手もやっぱり馬に乗っているから、あなたも船に乗っているので、お互い今自分たちの歩むスピードよりも速い乗り物に乗って向かっていきたい。だからかなり急いでいるっていう感じが入ってくるんですよね。ゆっくりと確実に進めていくっていうよりは、どちらかというとなんか自分たちの今までの歩みのスピードを速めたいっていう感じが入ってくるんですよね。では、そうですね、どうしていきたいかを見てきたので、2人の転機になりそうな時期をトランプからもらっていきましょう。2人がなんかでもね、新しいことを始めるとかね、新しくさせていくんだよっていう感じが出ていて、お互い動きがあるんですよね。お互い動きがあって、できれば早くっていう感じがするので、3が入ってきた。いや、なんかとても大きなものをつかみ取れるんじゃないかな。とても嬉しいことが3の日にやってくる。3のつくとき。例えば3月とか3日とか3週間後とかね、かなり早いですよね。数字的にもかなり早い数字だから、3日後だと早いかな。でもちょっと急ぎたいみたいなことを言ってるんですよね。3ヶ月後、3週間後かな。もう春3月とかね、かもしれないし、何か嬉しいことがここで起きるんじゃないかなっていう予感が今入ってきてますね。そしたら、この時のね、この3のつく日に、変わりますよっていう具体的な数字を出してもらったので、この時2人の状況ってどういう状況にあるかっていうのをタロットカードからもらっていきましょう。だってタロットとジプシーからもらっていきましょうか。3月だったりとか3週間後とか、割と早い時期に変わっていくと思うんですが、この時2人ってどういう状況にいますかっていうのをもらっていきますね。なんかニコニコしてるのでね、なんかニコニコしたようなのを感じますね。ジプシーからもらっていきましょう。その時の2人の、環境です。いやー、なんだろうな、お子さんの誕生ってこともあるのかな。なんかだから住みたいのかな。いや、でもこれなんかね、遠くから見てる人ですね。遠くから見てる人が入ってきてるから、この時の状況ってじゃあ、ペンタクルスのページの逆だ。2人が新しいところへやっていきたい。できるだけ早く進めていきたいって思っているんだけど、なかなかそれが難しいっていうか、着々と歩みを遅くても確実性を求めるよりだったら早い方がいいっていう風に考えてるのかなって私がさっき言ったんですけど、速さじゃなくてやっぱり確実性なのかなっていう風に思っているのかな、この転機となる時だから。今新しいところへ向かってやっていきたいとかね、新しいものを生み出したいって思ってるんだけど、それがなかなかうまく思うように自分たちのね、思うスピードでは進まなかったりとかするんですよ。例えば1ヶ月で何とかしたいよねって思ってて、1ヶ月後じゃあそれができてるかって言ったらできてないんですよ。できてなくて、どうしようかなっていうふうに思ってる
だけど3のつく日、例えば3月とか3ヶ月後ぐらいにはこういうふうに思っている状況から抜け出すタイミングがやってくるってことを言ってるんですね。もう一度立ち返ってみようっていうのかな。自分たちが大事なもの何なのか、これかな。新しい誕生とか、新しく始めたいこととか、新しく自分たちで作り上げたいものにもう一度立ち戻る時、新しいことを始めていきたいよねっていう風な気持ちが生まれた時の、あの時の気持ちに立ち向かえるっていうのかな。そういうことを考えている時にこの転機となる時期が入り込んでくるっていう感じがしますね。そうすればそうですね、お相手から動くのかとか、あなたの気持ちがどうなのかっていうのを見ていきましょう。まずお相手から動くのかどうかっていうのを見ていきます。お相手から動くのか、突然やってくる人、そしてあなたの方はどんな気持ちなのかな。いや、もしかしたらお相手結構焦ってるんじゃないかな。あなたの方はこれがね、表現するのが難しい。これはパパさんのカードですね。パパさんなんですけど、そうですね、ここにある思いから抜け出せなかったりとかっていうのが、いつまでもとらわれていることがあるとかね、なかなかとらわれてるところから抜け出せないとかね、新しいところへ向かっていこうっていう気づきもあるんだけど、まだどこかしら自分の中でまだね、完全に抜けきれていないような状況にあるのかなっていう感じがして、お相手が心配になって様子を見に来たりとか、ここちょっとね、あれかな、もしかしたら深掘り必要かもしれないっていう感じ。お相手かな、あなたかな、どちらもかな。なんか寂しさを感じるんですよね。行き違いが起きる可能性があるってことを言ってる。ここまでは2人でボロボロになりながらも進めていこうっていう感じがするんだけど、かなりなんかこう焦りを感じるんですよね、お相手の方から。焦りと寂しさとか、もっとこれ伝わればいいなとか、そういうのを感じるんですよね。ここね、何かね、あなたのところでまだ捨てきれないものがあるとかね。ごめんなさい、これちょっと違うから戻しますね。新しく生まれて新しく産むためには何か切り捨てなきゃいけないよねとか、自分の中で気持ち整理させなきゃいけないよねとか、あなたの中にあるんじゃないかな。新しい場所へ行く覚悟をする必要があるとか、複雑な恋愛。ジャッジメントが入ってきてる。ジャッジメントね。やり直したい。やり直したい。やり直したいって言ってますね。とか、自分たちにもう一度チャンスが欲しいっていう感じが入ってくるんですよね。この2枚は何だろうな。大アルカナが入ってきてますね。横向きだからあまりね、正確取らずに見ていきたいんだけど、かなり大きなことを言ってるし、いろいろ解釈があるとは思います。例えばこの天気がやってくるまでの間に1回2人の気持ちにズレが生じやすくなったりとか、これを見てると、あなたがどっちかっていうと1個の場所から動けなくて、お相手がそれを見に来ていたりとか、早くって言ってるような気もするんですよね。ここちょっとスピード、時の流れが違うっていうか、動きの流れが違うからズレを感じやすくなってしまって、一回それで少し離れたりとか誤解が生まれやすくなったりするかもしれないんだけど、もう一回チャンスがやってくるからねとか、あとは
もう総合的に復縁っていうことも言われてるかもしれないんですよね。新しい関係になっていくって言ってるから、これ復縁だけじゃなくて新しい関係ってことも言ってるんですよね。今までの自分たちから新しくなっていく、新しい関係になっていくとか、新しく生まれ変わっていくとか、そういうことも言ってるし、やっぱりお知らせしてくれる天使のカードが入ってきてるから、気づいてねっていう風に言ってるかもしれない。あなたにもっと新しいところへ向かう時のために何か気づきのね、サインを出してる気がするんですよね。そして、チャンスが欲しいとか、お相手と進めていきたいとか、新しい関係になっていきたいってあなたが願うのであれば、このサイン見逃さないでねって言ってるような気がするんですよね。そして、じゃあそのサインってじゃあ何っていうと、あなたとお相手だったら新しくやっていける力があるから信じてねって、あなたがもし例えば過去のことを忘れられないとか、自分自身責めてしまうようなところがあるとか、この複雑な恋愛の障害になっているものに対して動けていなかったとか、そういうことからもう解放していこうってことを言ってるんですよね。大丈夫、自信持ってもいいよって。あなただったら新しい世界へ飛び込む力と勇気と可能性があるし、お相手もそれを持っているから、2人で新しい関係を望むのであれば、自分たちにはそれをやり遂げていく力があるとか、可能性があるとか、いろんなやり方持っているから、で生み出していく力とかね、そういうチャンスとか、いろんなタイミングとかも全部備わっているから、で信じようねってことをね言ってるのかな。大丈夫だよって。失ってしまったものにかなり悲しみを覚えていたりとか、なんか囚われていたりとかもするんだけど、またね2人で一つになっていったりとか、これねテンペラ節制のカードだから、調和取れていくとか、バランス取れていくとか、2人が一つになっていくとか、あと日が昇っているから日がまた昇ってくるからねとかね、そういうことも言ってるのかな。かなりね大きな流れがこれからやってくるのかなっていう感じがします。これから先もし2人の間でうまくいかないなとか、すれ違ってるなとかっていう風に感じてるようなことがあるんだったら、これね変えていく力、自分たちの力信じていこうねってすごく強く入っていることありますね。あとは何事もねうまくね調整していこうとか、バランス取っていこうとか、このマジシャン自体がまずポジティブなカードで、何でもねやっていけるよって可能性を表しているのと、それをうまくね保てる力とか、バランス取っていける力だったりとか、例えばあなたの悲しみを全部ねお相手が受け止めてくれるとか、全ては一つになって流れていく、うまくねよどみなく濁りなく綺麗になっていくからねってことも言われているんですよね。かなり大きなことが出てきているんだけども、そうですね、あなたの気持ちをもう少しもらって、このサインですよね。サインって何かなってことを見ていきましょうか。ではこのサインをまず深掘りして見ていきましょう。何に気づいてって言ってるのかな。でも失ったものを取り戻すチャンスだったりとかっていうことを言ってるのかな。新しいところへ向かっていく、今ね自分の過去だったりとか、障害から立ち上がっていったりとか、乗り越えていくチャンスってことを言ってるのかな。いろいろね勉強して学んで経験積んでねってことを言ってる。何に気づいてね、何のサインかなって。このサインってあなたが学びを得られるようなところからやってくるよってことを言ってるし、分かりやすく言えば雑誌、本とか新聞だったりとか学びの場なので、あなたがもし今習い事をしているとか、何か勉強しているとか、そういうものをしているのであれば、そこの中にヒントがあるかもしれないし、単純に毎朝読んでいる新聞だったりとかニュースだったりとか、小説、本、雑誌とか、そういう読み物、書籍とか電子書籍から流れ込んでくるような情報の中に気づきのサインが出ているよってことをね言ってるんじゃないかな。
そしてそれをねよくね見てくださいっていう感じ、すごく読み込んでるでしょこの人。だから気づかない、もしかしたらあなたが気づかずに流れていってしまうようなことかもしれないから、よく見てねって感じのことを言ってるんですよね。よく見て感じて、見るだけじゃなくて聞くとか感じるとかかもしれないけど、見るが強いかな、読む見る知るが強いかな、知っていくとかね、積み上げていくとか、いろんな情報を自分の知識としてね叩き込んで、その中から抜き取って、情報を抜き取ってね、ヒント抜き取っていこうねとか、あなたが普段見逃しがちなところに情報があるかもしれない。普段ねパラッと見てるようなもの、ネットとかでもいいですよ。なんかいつも普段自分が何気なく見てるものの中に実は重要なヒントが隠れている可能性があるよってことを言ってるんですよね。何気ない日々によく目を凝らして見てみてねっていうことを言われてるのかな。ではこのヒントを見たので、あなたのお気持ち、お相手のお気持ちの今後の変化を見ていきましょう。流れがかなり大きいんですよね。ここかなり大きなことを言っていて、じゃあこの後2人ってどういう風に流れ変わっていくのかなって、2人の気持ちどうなるのかなっていうのを見ていきましょう。最終的に2人がどうなるのかっていうのと、2人がどういう気持ちにいるのかっていうところも見ていきましょうね。まず2人の気持ちにどんな変化が現れるのかってところです。お相手はこのねなんかねちょっとね急いでるんですよね。急いでる感じがするんですよ。突然やっていきたいみたいなね。あなたはまだね一つの場所から抜け出せないっていう感じがする。でお相手とあなたとお相手から見ていきましょう。お相手はどういう風なのかな。でもお相手はね攻めの姿勢を変えないって言ってますね。攻めていくよって、守りながら攻めていく。兵隊さんだから、兵士のカードだから、兵士って攻めるし守るしどっちもやりますよね。積極的に動いていくしねっていう、守るにしろ攻めるにしろ一つの動きとして行動を持っていく、勇気を持って行動していくよっていう感じ。大胆にも動いていくし、しっかりと守るしっていう感じもするんですよね。かなり強くお相手出てくるんじゃないかな。あなたの気持ちの変化はどうだろうか。今まで焦りながら様子を見ていたお相手が堂々と立ち向かってくるっていう感じ。立ち向かっていくって感じ。あなたはどうだろうか。ラブだ。愛。あなたの気持ちに愛のカードが入ってきてるんですよね。あなたの失ったものって愛ですかっていう風に言いたいかのごとく入ってくるんですよね。新しく生み出したものを成長させたいと思っていますか。それが成長してあなたの心の中に入ってきますよってことを言ってる。お相手が新しく始めていきたい、あなたも新しいところへ向かっていきたいっていう、とにかく新しいっていうのが共通のワードとして入ってくるんですよね。気づいてくださいねとかね。その新しく生み出したものとか始まったことが成長してあなたの中に確実に愛としてお相手への愛とか自分自身を愛することかもしれない。今まで自分自身なかなか愛せなくて責めていたっていう方もいるかもしれないけど、可能性がちゃんと形になって出てくるんじゃないかなって、成長するんじゃないかな。なんか赤ちゃんがねちょっと幼児の形になるかのように成長して本当のね愛っていう形としてあなたの心の中に出てくる、存在するとかね、新しく生まれたものがしっかりと根付いていくんじゃないかなっていう。2人の変化としてはかなりあなたの中では大きく変わっていくと思いますよ。今までねなんかね忘れられなかったとか動けなかったことからチャンスがあって変わっていって、自分の中で確かなものを見つけるんですよね。気づいてね、何にって本とか情報にそれが隠れてるよ、なんだろうって探していったら、それは実は愛だったっていう、本当の愛とかお相手との愛、真実の愛とかね、その複雑な恋愛じゃなくて真実の愛にたどり着く気持ちになっていくのかなっていうところと、お相手もかなり堂々としたカードが
出てきているから、2人とももっとなんか自分自身と向き合ったりとか、お互い向き合ったりして、かなりこう堂々と、人前でも愛を表現できるようになるとかね、そういう関係になっていくとか、そういう環境になっていくっていう感じが出てきます。では最終的に、2人はどうなるのっていうところをね、オラクルカードで出していくんですが、このラブっていうカードが出ているから、もうなんかこれ以上ジプシーカードを出す必要はないかなと思ったので、強いな。かなり強いことを言ってるな。アモーレのカードが出ている。2人のこの愛がね、結びつくのがあなたの気持ちだったりにかかってるのかな。かなりお相手動きがあるんですよね。お相手の中に動きがすごくあって、もちろんあなたの中にも動きはあるんですよ。ただお相手が積極的に動いてくれるっていう感じがするんですよね。ほら、お相手がね、愛を届けに来てくれているっていう感じの絵柄に感じますよね。お相手の愛を受け取っていく段階に入って、これよく見たら8と16ですごいですね。8たす8が16になるから、2人が1つになればっていう感じが、2人がお相手の愛を受け取ってあなたたちが結ばれていくと、そこにはすごく豊かな土地が待っているよっていう感じがしますね。でもね、このカード、これね、デートのカードでもあるし、これは庭師ですね。庭を育てる人、育てるっていうのが入ってくるんですよね。愛を伝え合った後は、それをしっかりと育んでいってねっていう感じがするんですよね。育んでいくと豊かな実りとか、美しい庭園とかね、ガーデンとかね、その花が咲くとか、色とりどりの花が見られるとかね、あなたたちが育てていくものって愛であって、この愛は美しい大地へと変わっていって、2人の世界が築き上げられていって、2人の心に根強くちゃんと愛がしっかりとね、根を張っていくかのように時間かけていこうねっていうのをね、感じるんですよね。お相手かなり急いでる。なんでそんなに急いでるのかなって感じで、かなり積極的にやってくるんですよね。最初からなんですけど、どんなことがあってもめげずに頑張っていくよっていう姿勢を感じるんですよね。ずーっと動いているんですよね。ただ、あなたとの歩調を合わせながらやっていかないとうまくいかないってこともね、言われているので、確かに可能性がすごくあって、2人だったらどんな世界とか、2人だけの世界とか、新しい世界とか作れるんですよ。作れるし、で、あなたの気持ちのペースとお相手の気持ちのペースをまず一つにね、していかなきゃいけないよねって、調整していかなきゃいけないよねっていう感じがするんですよね。やってきてくれるんだけど、そして受け取るんだけど、じゃあ受け取って一つになっていくためには、2人の心のスピードの流れを一緒にしなきゃいけないですよね。2人で同じ時間軸でいなきゃいけないから。じゃないと、こうやって木の育ち方とか、花の植え方とかね、花を育てるやり方とか、そういうのも2人で決めていかなきゃいけないから、2人で決めていくことがこれからいろいろ出てくるんじゃないかな。始まりとともにやっていくなら、いろんなやり方を2人で決めていくことがあるんじゃないかなっていう感じがするんですよね。もちろんそれは2人が潤うことであって、潤えるやり方だったりしてやっていくんだけど、そういういろんなことを、決めていったりとか、やっていったりとか、実際種を植えて花を咲かせてとか、木を育ててとか、美しい庭を作ってっていう、作るっていうのもね、あるんですよ。育てるとか作るとかね、こう成長を感じられるようなことがあるんじゃないかなって思うんですよね。愛を受け取る、始まる、育てるっていう感じの流れが入ってきてるのと、確実にね、チャンスはやってくるし、もし過去に1回失敗した、例えば喧嘩して
したとかね、お相手とそのことについて喧嘩していてなかなか動けなかったのであれば、もう一回チャンスがやってくるしっていうことも大きく言われているので、2人がね、例えば、複雑恋愛であったとして片思いの状態で見てる方でもここ結ばれていくんですよ。で、お二人が例えば思い合っていて、で複雑な事情で今表立って言えないですって方であったとしても、新しくどんどんと流れが変わっていくんですよね。そして2人の間で確実に育てるものがある、確実に実らせるものもあるんですよ。あなたの中の愛の種を育てる、そのために時間をかけていきましょうって。だから時間をかけるっていうのは、例えば気づきを得るまでに時間をかけるとかかもしれないしね、たくさんある本の中から学びを得るから時間をかけることかもしれないし、立ち止まって動けないことから時間をかけてあなたが変わっていくのかもしれないし、とにかくどんなことでも時間をかけながら、あなたの中で納得できるまでゆっくりとでも構わない、ゆっくりでも構わないし、あなたのスピードで構わないから、実りをね作っていこうっていう風に言われています。お相手からの愛をね受け取って大丈夫ですよってことも言ってるし、ロマンチックなカードと、育んでいこうねっていうカードが入ってるから、2人の物語ってここから始まっていくのかな。かなり始まりだったりとか、新しく生まれていくとか、新しい始まりっていうのがね表して、カードがね全体的に言われているのと、お相手が求めてるってことと、そして育んでいくっていうねワードがかなり入ってきていますので、この今ねたくさん出したカードの中から何か一つでも心に残るメッセージとか、何かね印象深かったカードとかがあれば、そちらをねぜひ心にお受け取りください。以上、こちらが3番をお選びいただいた方のリーディングとなります。はい、これからもリーディング動画を投稿していきますので、よろしければ高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。また、いつもコメントや高評価をくださる方々、本当にありがとうございます。いつも励みになっています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。